ということで前回はこの峠道を走って CL500 の基本的な乗り味を確認してみました。ダート走行はしなくてもいいのかなとも思ったんですが CL250 でダートを走っているのでこの CL500 でダートを走らないとレビューとしてはやはり成立しないような気がして走ることにしました。ですので後編では高速道路に乗ってちょっと移動してダートを走り、また高速道路に戻ってきてこのモデルのライディングポジションや高速巡航性能、装備品、良かった点悪かった点などのまとめのコメントをしたいと思います。CL250 で走ったあの林道です。当然車体などは同じなのでこの CL500 に対してもこの林道はちょっと厳しめかなという感じなんですが、同じ林道を走ってみないと CL250 との対比ができないということでチャレンジしてみたいと思います。実はですねこれ峠道編を撮ったのとは別日で撮影しています。なぜかというと高速道路でこの林道まで移動してくる間に笑ってしまうぐらいのゲリラ豪雨に遭遇しまして撮影中止ですので、その翌日にこの映像は撮影しています。このスタート地点は普段からグズグズなんですが大雨の後ということでより厳しい状況になっていることが予想されるので転倒しないことをマストの目標として走ってみたいと思います。大雨の翌日にこの林道を走りたくなかったんですが後方車の返却も近づいているのでしょうがないということで行きます。最低地上高の問題があるんでできるだけ平らなところを走るコース選択をする必要はありますが、このエンジンいわゆるトラクションがいいというのでしょうか。 CL250 では単気筒なのでエンストしないようにある程度回転を維持するためにちょっとスロットルを開けて、1速でゆっくり行く必要がありましたがこのモデルは 500cc ということで今2速でちょっとスロットルを大きめに開けてリアブレーキなどを使いながら駆動力を調整するという走り方をしていますがリアタイヤ地面をよく噛みます。これはどうだろう。 CL250 で走った時よりは明らかに路面が半分ぬかるんでいるような感触もあり条件悪いのですが逆にリアタイヤがグリップしている感触はこの CL500 の方が強いです。こっちも日陰なんでここぬかるんでるんでしょうね。この道の左側どちらが走りやすいかといえば私はこの CL500 の方が走りやすいと感じます。このエンジンは180度クランクを採用している並列2気筒エンジンですがこうして低い回転域での路面を噛む力いわゆるそのトラクションがいいという感覚については相当優秀なエンジンだと私は思います。隠れムカリミがたくさんあるんでいつもよりもさらに速度を落としていますがで今2速この状況でもこんな感じでエンジン低回転域
めちゃくちゃ粘ります。こういう状況でエンストの心配をしないでいいというのは結構大きな武器になると思いますが、その点においてはこの 500cc エンジンは相当優秀だと思います。走りやすい。タイヤは CL250 と同じなのでめちゃくちゃ滑りやすいですので、こういった林道などによく足を踏み入れる方の場合は、標準装着のタイヤを履き潰してから違うタイヤに履き替えた方がいいとは思いますが、エンジン自体の感触は先ほどからコメントしている通り、地面を噛んでくれるんで、こんな感じでリアタイヤあんまりこういったフラットなところでは滑りませんね。これがいわゆるそのトラクション感覚の良さというものだと私は理解していますが、そういう点においてはこのエンジンは相当優秀。CL250 と比べるとエンジンが大きく重たくなっているので、その違いはかなり感じられますが、でもこのようにスロットルを閉じただけでもフロントフォークが軽くスッと沈んでくれたりとか、鹿だ、目の前に鹿がここ最近鹿に遭遇することが多いですが、そしてここはね絶対にぬかるんでるんですよね。こういったところもやっぱりこれだけゆっくり進んでいてもリアタイヤ滑ることが多いんですが、このエンジンはいいな、こういう場所を走るにも。あと先ほどの続きですが、スロットルをオフにした時だけではなくフロントブレーキをかけた時のフィーリングも前後の足回り全く一緒だと思うのですが、若干こちらの方が私はフィーリングがいいように感じられます。ただそこからぐっとフロントブレーキのレバーに力を込めていくとやはりエンジンが重たいので、そういう状況ではちょっと注意をする必要があるとは思いますが、そこまで至らない薄くフロントブレーキを当てるような状況だとこの CL500 の前後の足回りもなかなかいいと思います。やっぱ昨日ものすごい大雨だったんで輪立ちがさらに深くなってますね。これはフラットなストレートなエリアでもちょっと怖くて速度を上げるのは難しいです。一見乾いているように見えて実は土がぬるぬるということがこの林道は多いんですよね。恥ずかしながら私は自分のバイクでこの林道を走っている時に大転倒をしたことがあります。その時はそういう状況でした。で今はまたフラットなエリア、比較的ストレートなところを走っているので今3速にシフトアップしましたが、3速だとよりこのエンジンのいわゆるトラクションの良さが発揮されるような気がします。後輪に伝わるトルク変動というのは今皆さんが聞いているこの音の通りドロドロドロっていう感じなので、そしてそれが高いギアになればなるほど低回転域では発揮されるので、状況によりけりですけども、こういう林道では比較的高めのギアを多用するようにして走った方が後輪のグリップ感覚という意味では有利だと思います。ここでは必要ありませんがスタンディングしていますが、当然のことながらライディングポジションなどは全く一緒なので、このモデルでも私がスタンディングしようとすると膝を曲げざるを得ない。ただその膝を曲げたところにちょうどタンク両サイドのニーパッドがあるので、膝が曲がった状態で長時間は難しいとは思いますが、こういったスタンディングもやってやれないことはないと。で状況によっては
フロントタイヤにぐっと荷重したりとかもできます。今のところぬかるみだったんですけど、そのままスロットルをキープしたまま全く滑ることなく走ることができました。ああいう細かいところでもやはりこのエンジンはトラクションがめちゃくちゃいいというのが伝わってきます。近年トラクションがいいというと270度クランクの並列2気筒エンジンがもてはやされていますが、私はこのエンジンであれば270度クランクである必要は全くないと思います。それぐらいこのエンジンはこういった未舗装路、不整地の走行やりやすいです。そして前後のサスペンションの感触についても、これは峠道でコメントした通り、このモデルはエンジンの排気量拡大というかほぼ倍になっているわけですけども、それに伴ってエンジンも見た目上も大きくなっていますし、おそらく重量も増しているということで、感触としてはより強い力で上から路面にタイヤを押し付けよう、サスペンションを修動させようという力が働くので、前後の足回りの感触としては私は CL250 よりもやや落ち着きが増していていいかなと思います。はい、今 ABS が作動するまでフロントブレーキをかけてみましたが、やはりそうですね、少しこのモデルの方がフロントフォークは大きく沈むと思います。で、今リアブレーキを引きずりながらスロットルを大きめに開ける、ギアは2速を選択してそういう走り方をしていますが、リアブレーキも使いやすいですね。荷重がこの500の方がリアに多めに乗るということもあるんだと思いますが、リアサスペンションの感触も私はこちらの方が若干いいなと思います。こういったちょっと厳しめなエリアを含む林道を走行する場合などは CL250 の方がこの CL500 よりも圧倒的に走りやすいだろうという予想を立てていたのですが、実際にやってみるとむしろこの CL500 の方が私は走りやすいと感じました。こういうところはライダーによって評価は分かれるかもしれませんが、いずれにしてもこの CL500 もこういった林道走行はなかなかやると、想像していたよりもずっと走りやすいということだけはお伝えしておきたいと思います。大雨の後のリスキーな林道から転倒することなく無事生還して高速道路に乗りました。やはりこのモデルにおいてもフロント19インチホイールとややファットなボリューム感のあるタイヤが林道走行における車体の安定性にも相当貢献しているという印象でした。このモデルは CL250 と車体は全く共通なので、こうして乗っていてもライディングポジションに大きな変化はありません。このやや幅広なハンドルバーですが、このように高速道路を含むオンロードを走行中はシートの自然な位置にまたがって手を前に伸ばせばそこにグリップがあるといった感じで、とても自然な印象を受けます。少し荒れた林道を走るような時はもう少しハンドルバーの幅があった方がフロントタイヤが取られるのを抑えやすいのですが、こういったオンロード走行における走りやすさということを考慮すると、ハンドル幅はこのモデルのキャラクターとしてはこれで適切と言えるのではないでしょうか。ごく自然にほんのわずかに肘に余裕を持たせると、ライダーの上半身はごくごく軽く1度か2度前傾といった感じです。まっすぐ腕を伸ばすとライダーの上半身は完全に直立するので、これであれば CL250 と全く同じですが、さまざまな走行環境条件に適合するのではないかと思います。林道走行の冒頭でコメントした通り、実は昨日はとんでもないゲリラ豪雨に遭遇して、今私が走っているこの場所も高速道路全体が川になるような、ちょっと走るのが怖くなるような状況であったわけなんですが、多くの車がハイドロプレーニングになるのを恐れてだと思いますが、速度をぐっと落としている中、なんとこの CL500 は極めて頼もしい安定感を持って走破しているという感じでした。フロント19インチのホイール、タイヤを採用していることによって、厳しい走行条件においても安定感の高い車体を実現していると思います。
今日はご覧の通り天気に恵まれていて交通も順調に流れているようなので、少しこのモデルのエンジンを回してみたいと思います。今6速のまま、そして車線変更を織り交ぜながら走行してみましたが、さすが約 500cc の排気量があるだけあって、スロットルを一開けするだけで100キロまでの到達は CL250 と比べると相当速いという感じです。峠道でコメントした通り、やんわりと結構振幅が大きいんですけれども、波打つようなトルク変動がライダーにも伝わってきて、このフィーリングはとても心地がいいです。6速なのでエンジン回っているとは言っても、それほど高回転まで到達していないと思います。ちょっとギアを落としてもう少しエンジンを回してみます。はい、今一挙に4速まで落としました。4速まで落とすとエンジンの回転数は先ほどの6速よりは随分上がったと思います。でこういう状況のエンジンのフィーリングは、そうですね、開け直していく時などはやはり180度クランクを持つ並列2気筒エンジンらしく、若干密度が違うとはいえ、乗っているフィーリングとしては直列4気筒エンジンをそこそこ回して乗っているようなフィーリングに近くなります。またこのような状況だと180度クランクの並列2気筒エンジンだと、ハンドルバーにピリピリとした振動が伝わってくるものですが、このモデルの場合はそういう振動が全くないわけではありませんが、ライダーが不快に思うその振動の頂点が丸められているといった感じで、これであれば結構エンジンを回して乗り続けたとしても、ライダーの手がしびれるというようなことはないのではないかと思います。もう一速落としてみます。これ3速です。3速で回し始めると、今度はグリップだけではなくシートからも少しピッチの細かい振動が伝わってきます。この振動はライダーの座面からももろに感じられるので、おそらくこれは CL250 の時もコメントした通り、サイレンサーの位置がシートに近くなっているので、サイレンサーの振動がシートを介してライダーにも伝わってきているのではないかと思います。今ちょっと左手を離して背中から手を回して大型のサイレンサーのヒートガードを触っているんですが、やはりそうですね、 CL250 と同じようにこのサイレンサーもかなり振動しているというのが分かります。薄いゴムワッシャーなどは介しているとは思いますけれども、どちらかというとこのサイレンサーの振動をライダーに伝えるような固定方法になっていると思うのですが、こうしてエンジンを回し始めたり、また今トップギアにシフトアップしましたが、6速でこのようにスロットルを大きく開けたりすると、やはりそうですね、このサイレンサーの振動がライダーに伝わってきて、これがこのモデルの乗り味に大きく関係していると私は思います。峠道でコメントした通り、 CL250 と比べるとエンジンの排気量が約倍、そして最大トルク、ピークパワーもほとんど倍になっているということで、こうして高速道路で大きく右手を開け閉めしながら走っていても、少しその車体とエンジンの関係性で言えばややエンジンが勝ったようなフィーリングがあります。具体的に言うと CL250 と比べると車体のしなりを大きめに感じる、それがですね、このモデルの豪快な乗り味のスパイスというかアクセントになっているような気がしています。また車体に対してエンジンが少し勝っているようだとコメントしましたが、そうだからといってすぐさま車体が不安定になったりとか怖くて走れないとか、そういう状況になるというわけではなく、あくまでも車体のしなりをこれまでよりは少し多めに感じるという程度なので、今日実は風がものすごく強いんですけれども、こういった状況でも全くフラフラすることなくビシッとまっすぐ走ってくれるという感じです。この安定成分に関してはやはり CL250 と同じで、私はフロントの19インチホイール、タイヤがもたらしている部分が相当大きいと思います。
その19インチのホイールタイヤがもたらす安定性というのは絶対的に高く、例えばハンドルバーにこのように変に入力してしまうと、そのぐにゃぐにゃしたような不安定な挙動というのが、フロント周りが絶対的に安定しているだけに、その反動で車体の方、このステアリングシャフトよりも後ろの部分に出てしまうんですよね。そういう車体となっているので、やはりこういった風の強い時に高速道路を巡行するような場合でも、とにかくフロント周りは絶対的に安定しているんだということを信用して、やはりこの両手のグリップはやんわりとホールドしておくのが良いと思います。まだ6速トップギアのままですが、この状態で右手を開け閉めすると、やはりエンジンのパワー、トルクともに増大しているので、スロットルをパッと開けた時にフロントフォークがスッと伸びて、そこから豪快に加速していくという感じも味わえて、この辺りはさすがにミドルクラスのバイクだなという気がします。CL250 では開け閉めしても6速ではそこまでフロントフォークを伸び縮みさせるというようなことはあまりできなかったので、このような豪快な乗り味というのはやはりこの CL500 のみが持つ特権ではないかと思います。サスペンションもエンジンが大きく重たくなっている分、よく動いてくれているようで、高速道路における乗り心地もこちらの方が一段良いように感じられます。このモデルの装備品についてですが、これはもう潔いというほどに CL250 と全く同じです。 CL250 の時は、その目的を想像するにあまり細かいことを文句を言うべきではないだろうということでコメントしましたが、私はこの CL500 に関してはシンプルでありながらもミドルクラスのバイクなので、そうですね、やはりこのブレーキレバー、クラッチレバー側のアジャスターダイヤルぐらいは装備していても良かったのではないかと思います。今回もですね、足掛け2日間ではありますが、330キロ走行しても、私はこのシート、お尻が痛くなるようなことも、足の付け根が痛くなるということもありませんでした。ただですね、1回だけ痛みを感じたことがあって、このシートはですね、デニムというかジーパンとの相性は悪いようで、今日の私のようにライディングパンツを履いているとお尻は痛くならないんですが、ジーパンというのはね、やはり縫い目の部分が重なって生地が厚くなったりとか、実際は通気性もあまり良くなく、シートの着座面がシワになりやすいということで、基本的にはですね、あまりライディングには適してないウェアなんですよね。ですので、このモデルでね、お尻が痛いなと感じた方はライディングパンツを履いて乗ることをお勧めしたいと思います。でもう試乗も終盤なのでまとめに入りたいと思いますが、私はこのモデルの最も良い部分は何といってもエンジンだと思います。はっきり言って驚きました。180度クランクを持つ並列2気筒エンジンの持ち味である高回転向きであろうと思っていたんですが、全く逆でした。実はこのエンジンのいいところは低回転域での粘り、そして振幅の大きな波打つようなトルク変動。180度クランクを持つ並列2気筒エンジンというと川崎が得意だと思いますが、高回転域のパンチとかシャープな吹き上がりは川崎の並列2気筒エンジンに一歩譲るかなと思うんですが、その代わり低中回転域での豊かなトルク変動とトラクション性能の良さが味わえる、それがこのエンジンの持ち味ではないかと思います。その他の良い部分に関しては CL250 と全く共通です。一方気になったところはミドルクラスのバイクなのでちょっと色気が足りないかなという気がしています。例えばコストがあまりかからないところで言えば、エンジンのシリンダーヘッドカバーも、今の状態だとね、艶のある黒い塗料で塗りましたみたいな感じですが、この辺りがねちょっと艶消しであったりとかブロンズカラーとかちょっと差し色が入っていると高級感も増して、ミドルクラスとしての風格も出たのではないかと思います。ということで今日はホンダの CL500 に試乗しました。それでは今回試乗したホンダ CL500 の外観、主なスペック、装備などを確認していきましょう。全長は 2175mm、全幅は 830mm、全高は 1135mm、ホイールベースは 1485mm、最低地上高は 155mm、シート高は 790mm、車両重量は 192kg、タイヤサイズはフロントが 1108019インチ、リアが1507017インチ、
メインフレームはレベルシリーズとほぼ共通で美しいパイプワークによって構成されたダイヤモンドフレーム。一方シートレールはこの CL シリーズのための全くの新設計となっています。エンジン形式は水冷4ストローク4バルブ DOHC 直列2気筒。ボアストロークは 67mm×66.8mm でほぼスクエア。総排気量は 471cc。圧縮比は 10.7 で最高出力は46馬力8500回転。最大トルクは43ニュートンメーター6250回転となっています。クランクの位相は180度、トランスミッションは常時神合式6段リターンです。またアシスト&スリッパークラッチを採用しています。エキゾーストパイプの取り回し、サイレンサーのデザインはご覧の通りです。実際に試乗してみると250同様、この大型のアップタイプのサイレンサーがこのモデルの乗り味にも大きく影響しているという印象でした。フロントフォークは 41mm 系のインナーチューブを持つ成立タイプのテレスコピックフロントフォーク。リアサスペンションは5段階のプリロード調節機能を持つオーソドックスなツインショックと円形断面を持つスイングアームの組み合わせとなっています。ステップ周りおよび車体をスリムに設計するためピボット部に向けて内側に追い込まれているというのがこのスイングアームの特徴です。フロントブレーキは日清製片押しタイプピンスライド方式の2ポットキャリパーと 310mm 系のローターを持つセミフローティングタイプのシングルディスクブレーキ。リアも同じく日清製片押しタイプピンスライド方式ワンポットキャリパーを持つシングルディスクブレーキとなっています。前後 ABS は標準装備です。また前後ともにキャストホイールを採用し、ややボリューム感のあるアドベンチャーモデル向けのセミブロックタイヤを装着しているというのがこのモデルの大きな特徴となっています。運転席周りの外観はご覧の通りです。やや幅広なバーハンドルを採用し、左右のスイッチボックス、レバー類もシンプルそのもの。メーターパネルは小型の反転液晶タイプとなっています。メインスイッチはタンク下の左側、ステアリングロックは別体式でこの位置にあります。ステップおよびペダルの形状はご覧の通りです。燃料タンクの容量は12リットル。その左右にニーパッドを装備しているのは250と同様ですが、500ではタンク下のメインフレームにもパッドが追加されています。シート形状も250と共通で薄くフラット、幅広なタイプを採用しています。シート下には ETC2.0 車載機は格納可能ですが、スペースはほとんど残されていません。すべての灯火器類は LED で、特にヘッドライトは夜間走行時の背光に優れていると感じました。